どうもゆうチャンネルです。今日の動画は僕自身がメルボルンに住んで3年経過したので、この3年間を振り返って僕自身が思うことだったりっていうものを皆さんにシェアしていきたいなと思います。まず僕自身が今どのビザで滞在しているのかというと、学生ビザで滞在しています。ここまでの経歴を説明すると、1年目はワーキングホリデービザで来て、2年目は COVID ビザと言われるその時にはまだあった特別なビザを使って延長しました。で3年目、それと今4年目は学生ビザを使って今オーストラリアに滞在しています。で何をしているのかっていうと、僕自身はメインでは学生をしています。今学校で勉強しているものは土木設計を勉強しています。かれこれもう多分1年以上勉強していますね。と同時に仕事をしています。仕事といっても正社員で働いているわけではなくてアルバイトのような形で働いています。ホスピタリティで働いて、その会社ではこっちに来た頃からずっと働いているので約3年ほど継続して働いています。1年目と2年目を比べて自分自身が今どんな風に変わってきたのかっていうものを説明すると、僕自身が挙げられるものはオーストラリアでの仕事の仕方っていうものが大きく変わったなと思っています。僕自身がね、オーストラリアに来た時はやっぱり日本で社会経験を積んできていたので、と同時に僕自身も多分すごい古い考えのようなものを持って仕事をして取り組んできたので、日本での働き方っていう考え方でオーストラリアでもその働き方をしていたので、なんて言えばいいのかな、これその完璧主義じゃないけど、あとは仕事が始まったら仕事だけに集中しなくちゃいけないじゃないけど、そういった考え方とか責任とかそういうものをね強く持ちすぎていて、1年目2年目とても苦労したのを今でも覚えています。でもその経験からいろいろな人とねぶつかったりとか、ボスと話し合ったりとか、その悩んだりとかっていう自分の中での葛藤を繰り返したおかげなのか分かんないけど、今3年目になってすごく働き方というか考え方、捉え方っていうものが大きく変わったなというふうに感じています。どんなふうに変わったのかっていうと、自分がやらなくてはいけないことはしっかりとやる。でもそれ以外のことは何にでもかんでもね首を突っ込んだり、これは 100% こうしなくちゃいけないとか、こう言われたのであればこうじゃなくちゃいけないみたいな、そういう自分の働き方ではなくて、もっともっと柔軟性を持って和やかに仕事する。で本当に仕事ができない、風邪をひいてるって時はしっかりと休みを取って、その自分の体調を優先して生活をしていく、仕事をしていくっていう、それと同時にしっかりと長い休みを定期的に取って、自分のストレスだったりっていうものをしっかりとリリースし発散して、日頃の生活のバランスをとっていく。こういった生活の仕方は僕がオーストラリアに来て1年目2年目で、そして3年かけてオーストラリアの人たちの仕事の仕方をいいところをとって、今そんな風な働き方をしている、考え方になったっていうのは、この大きく変わったところかなと思います。英語力について話していきたいと思うんですけど、どのぐらい伸びたかっていう話になると、間違いなく1年目来た時よりは伸びてるって思います。その伸びてるものを感じる時のタイミングっていうのが、やっぱり働いてる中でも3年ぐらいずっと一緒に働いてる人たちが多くて、あと友達とかも3年間ずっといるのが多くて、やっぱ話すたびにこんな話してたかな。例えば僕自身がこういう気持ちを持って人生を生きてるとか、僕自身がこういう深い思いがあって、違う人たちの行動に対してこんな感情を持ってるとか、こんな気持ちを持ってるとか、日本の人たちの多くの人たちはこういう感情で思ってこういう気持ちがあるとか、でもそれにはいろんなバックグラウンドがあってとかっていう、その深い話、もっと詳細を持ってみんなとコミュニケーションを交わし合えている、情報を共感し合えている、共通交換し合えているっていうものをふと気づいた時とかに、英語力成長してるんだなっていうのは思っています。と同時に僕自身英語の本を読むんですよ。一番最初ね、今でも覚えてるのが、北投手読んでたのは
オーストラリアの子供たちが読むような漫画みたいなのを読んでいました。でも今はなんだろう、例えばこういった本当に英語の本、こういう本を今読むようになって、自分自身ねびっくりするぐらいこう理解できていて、その1年目と比べた時に今こういった本を読めるようになっているっていうのも、自分の中で英語に慣れてきているのもあるし、自分の中で英語の理解力っていうものもレベルが上がってきているので、その面では伸びたなって思います。でもだからといって何でもかんでもペラ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 話せるわけではなくて、未だにね自分の弱いところっていうのがある、間違いなく。っていうのは、僕のアクセントとかストレスの付け方だったり、あとは表現の仕方っていうものがまだまだ足りなくて、例えば僕が発音する言葉っていうのは多分日本語がねベースになってて、そのあいうえおがこっちのその母音って言われるものはすごく多いんだよね。いだけでも多分2種類ぐらいあるのかな、2種類3種類ぐらいあるのかな、あでも多分4種類とかぐらいあって、その使い分けとか、あとストレスの付け方っていうものが日本語にあるカタカナで話しちゃう時とかってあるので、そういう時になんか相手が全然理解できないとかっていうのもまだあって、まあこれは多分しっかりとね対策をして勉強している人たちは日本人だとしてもすごくしっかりと話せてる人いるんだけど、僕の場合はまあだらしないから全然そこに対してこうしっかりと勉強してないで今もずるずる来てしまっているので、そのスピーキング、話すっていう面ではそのストレスだったり、あとは発音の仕方っていうものでこんがらがってコミュニケーションが一回ストップすることが未だにあります。はい。でも僕の感想としては、意見としては、まあアクセントとかそういったやっぱ第一言語がある人が話す第二言語っていうのは必ず第一言語を引きずってしまう可能性ってあると思っているのね。もちろん人それぞれだと思うんだけど、僕の中ではもうその考えがあるから、最終的には伝わればよくて、最終的には話せればよくて、でその人それぞれの目標によってね、その英語のレベルってやっぱ違くなってくると思うので、僕自身は多分もっと上げていかなくてはいけないと思うんだけど、でもそのストレスだったりアクセントっていう風に関してはもうそれぞれ人それぞれの国籍ごとにそのアクセントが強くあるので、でもそれを一つずつ注意し始めたらもうキリがないっていう風に思ってるから、まあそれはそれでいいのかなって思いつつ、まあでもそれが僕の弱みですね。話す。で、聞くだったり読むだったりっていうのに関してはやっぱりもう3年間住んでるので、それに対してはもう慣れてきていて、わからない単語を言われたとしても、その他の単語で補ってるとか、あとは顔を見て話せるんであれば、その人の表情だったり、その時の状況の話し合ってる内容とかで、そのわからない単語があったとしても、会話が成立し合っているので、これはもう3年住んできたっていうのがすごく大きな理由かなと思います。あとはリーディングに関しては、さっきも言ったように本を読むのが好きなので、その本を読み慣れたっていうところで読んでるところもあります。これに関してはもうみんなにお勧めするのはやっぱり文法をしっかり基礎からやるのがいいのかなと思うんですけど、別に本読まなくちゃいけないっていうふうには思っていないので、それぞれねしたいことで勉強していくのがいいのかなって思います。で、英語に関しての考え方としては、さっきも言ったと思うんだけど、やっぱり人それぞれのね必要なレベルっていうのが絶対あると思うので、話しててたまに全然伝わらなくて落ち込むことがあったりとかすると思うけど、別にそんなのは第二言語者として当たり前の感覚なので、今英語を勉強している人でもしね何か悩んでいることがあれば、別にそこまでね思い悩まずに、結局時間をかければかけるほど伸びていくものなので、言語っていうものはある一定のねところに行くと、別に分かんなくても使い回しとかで簡単な言葉だけで伝えられるんですよ、伝えたいことっていうのは。
なのでそんな難しい言葉とか難しい文法というかネイティブのような伝え方を学ばなきゃじゃなくても、別に今やっている勉強と、あとは文法基礎のやつっていうのを少しずつねゆっくり積み重ねていくことで、結局話慣れるとか聞き慣れるとか英語に慣れた時にそういった簡単なもので会話ができるようになるので、焦らずにね一つずつゆっくりやっていってもらいたいなって思います。僕自身の英語を話している動画っていうのは確か去年の2年経ったっていう動画で英語で話しています。もうこの時はね、多分この時より伸びてると思うんだよね、俺絶対英語まあこの時のあれを見てもらったら、1年前の言うってこんな感じなんだなみたいな。で、僕が英語をね本当にガチで勉強し始めた初日の動画も載せたやつも多分このあれに載ってると思うので、これをちょっと見てもらえると、僕が5年前から6年前ぐらいに英語を勉強、5年前か始めた時の動画があるので、これを見てもらったらどんだけね僕が話せなかったのかっていうのも分かると思います。まあそういった動画があるのでぜひ参考にしてみてください。で、この3年間を振り返って給料だったり仕事のことに対して話をしていきたいと思います。給料に関しては年々上がっていっていて、で今ねちょっと時給が基本的にいくらなのか分かんないんですけど、僕自身は毎週830ドルぐらいの手取りをもらっています。っていうのも学生ビザでまずは24時間しか働けない1週間っていうルールがあるので、僕はマックスで24時間週働いています。で、さっき言ったみたいに手取りが830ドルとこなんですけど、僕はカジュアルで働いていて3年間働いているので、ボスもね融通を聞かせてくれて、僕のことを土曜日だったり日曜日に入れてくれたりするので、それで毎週手取りで830ドルぐらい稼げています。仕事に関してはやっぱもう3年間働いているとね、何をすればいいのかとか、お客さんがどんなことについて尋ねてくるのかっていうのを分かっているので、それに対してはすごくスムーズにコミュニケーションを取れているのと、あとは働き方ってところでそのバランスを取って働けてるのがすごく僕の中では魅力に感じています。この3年間振り返ってもそうなんだけど、あとは仕事環境の中ではやっぱり英語がメインになっていて、第二言語者の人たちと話したり、あとはネイティブの人たちと話すっていうその環境下で仕事ができているのも、僕の中ではすごく刺激にあふれている毎日を過ごしています。もちろんたまにねその文化の違い、あとはその考え方の違いでお互いのね違った部分同士がぶつかって話し合いをしたりとかっていう風になるんですけど、なんでかね今のところっていうか最近僕の周りの人たちは感情的になる人がいなくて、しっかりとぶつかったらちゃんと話し合って、お互いが譲れるとこまで話して解決みたいなのになってるので、すごくいいな。でもねこれは多分他の場所ではまた違うと思う。いろんな話を聞くので、僕自身もすごくガチャガチャしてるので聞くから、僕のところが最近平和なだけなのかなと思うんですけど、仕事に関してはやっぱいろいろなねナショナリティの人たちと働くのでいろいろな問題があるとは思いますけど、でもやっぱそれもね一つの経験ということで思うと、すごくいい経験を積めるのも一つなのかなと思ってポジティブに捉えて今3年過ごしています。で、給料が週830ドルでどうなのっていう風な質問があると思うんですけど、それに関しては他の動画でもいいのかな。いっか。今週830ドルぐらいで、それが週4回じゃないですか。毎週週払いなので毎週あって、で僕自身はその家賃だったり学費だったり、あとは自分の生活費を払った上で毎月500ドルとか400ドルぐらい貯金ができてます。調子いい時はね800ドルぐらい貯金ができています。はい、これはやっぱり3年住んでどうするとお金がいっぱいなくなっていくのかとかっていうのが分かったり、あとは友達ができても毎回やっぱお互いね節約したい同士だから、家でご飯作って食べ合ったりとか、コーヒーだけ飲みに行ったりとか、あとお菓子買って公園に行ったりとかっていう遊び方になってるので、こういうコントロールの仕方ができて節約もできているのかなと思います。この流れでね節約のコツ、3年経って思った節約のコツっていうのを
いくつかあるのでみんなにシェアしたいと思います。まずはホスピタリティで働いている人で、まかないとかがもらえるとか、あと残ったものを持ち帰るっていう人はやっぱそれを最大限に活用することが一番かなって思います。僕なんかは働いてね、残って持って帰っていいよって言われたものはとりあえず持って帰るようにしてます。でそれをもうベースにしてます。食事をね、家にいる時の。あとは職場で食べさせていただける時は食べるっていう形で、僕はできる限り食費に関してお金を使わないようにしています。あとは外食っていうのも極力避けています。やっぱり外食ね、すっごい高いし、そこまでねうまっていうものがないので、僕自身は何か特別なタイミングがない限りは外食はせずに家で食べています。あとはもう家で作るってなったらスープを作るのをお勧めします。その時に行くべきなのがウールボースとかコールスとかに行くと冷凍の刻まれた野菜とかもあるんですよ。めちゃめちゃでっかいパックのやつとか。なのでこれを買って、あとトマト缶とか1ドルとかで買えるんでそれを買って、でパスタも1ドルとか2ドルぐらいで買えるでかいやつがあるんでそれ買って、あとコンソメスープも8個ぐらい入ったので1ドルとかのやつがあるんで、もうそれを僕は買って全部煮込んで一緒にめんどくさいんで。で、あとはパンも大きいので1ドルとか2ドルとか確かあるんですよ。それを買って食べてます。なんで栄養がいいのか分かんないんですけど、これは僕はもう何もない時というかお金使いたくない時とかこういう風な食生活をしているので、もし節約したいっていう人はこれを参考にしてもらえたらなって思います。はい、節約術はこんな感じですね。食事、どんだけ食事減らすかとかって、そのにお金を減らすかっていうところなので、あんまりね無理せずにって言いたいんですけど、まあ自分なりに節約できるところ節約すればこんな感じで週830ドルの手取りだとしても貯金をしながらすごく有意義に生活をすることができるなって思っています。で次にオーストラリアに住み続けたいと思うかっていうところで、僕自身は住み続けたいと思っています。目標が永住権っていうわけでは別にないんですけど、でも住み続けられるのであれば住み続けたいなっていうのが今正直な本心です。理由としてはやっぱりこの刺激的な毎日がね本当にあって、その中で自分の中でその経験自体がね毎日幸せだなって思えてるんですよ。やっぱり英語で話して何か解決しないといけないし、日本語じゃないこの第二言語で生活して友達とコミュニケーションを取ったり、友達と関係を深めていったり、あとはボスだったりもいいんですけど、その英語で何かをしてるっていうのが自分の中ですごくね価値のあるものに感じていて最近。なのでこの環境下で住み続けていきたいなっていうのは正直あります。はい、あとやっぱねこの季節とかこの自然の多さとか、あとは人々のあり方っていうのかなをこう実際にね生活して感じているとなんかいいなって思うことがつどつどあって、なので住み続けたいなって思っています。と同時にやっぱり日本で帰りたいなっていう時もあります。もちろんね、やっぱ食事美味しいし日本はやっぱいいよね。自分の故郷だからこそ日本帰りたいなって、あと家族もいるし帰りたいなと思う時もあるんですけど、でも今はオーストラリアに住み続けて今のこの生活っていうものをもっとね感じて、自分自身伸ばせる英語だったり、あとは今勉強している土木設計っていうところをもっと極めていけたらなって思うところがやっぱ強いので、この環境にいたいなっていうふうに思っています。日本と比べていいところ悪いところってなると、まずいいところっていうのは多文化で多宗教のところがあって、と同時にやっぱ国のねバックグラウンドが違う人たちがいっぱいこう学生だったりって来てて、その統一されていないところでみんなが何かしら譲り合ったりとか何かしら譲歩し合って、そのお互いをリスペクト、無理やりでも何でもいいんだけどし合って、この成り立っているこの環境の中にいるっていうのは、その無宗教の僕からするとすごくね面白くて、僕はすごく興味深い、そういう宗教系の話とかってすごく興味がある。なんで人々がそういう風なものを信じて生活をしていくのかっていうのがすごく興味があって、
僕自身も聖書を読んだりとかブッダの話を読んだりとかっていう風にして相手の宗教を知ろうと思って学んでいたりして、でその中でね、お互いの、僕は本を読んだ理解の中で友達、本当にフォローしてる人たちとかに話をしたりとかすると、やっぱこのその人が本当に思ってることとか僕の考えてることのズレとかっていうこの話し合いができたりとかして、その中で得るものっていうのはね、すごく大きいんですよ。でも日本って多分僕の周りがそうだっただけかもしれないんですけど、すごく宗教に対してちょっとこうバリアがあるというか、一歩下がってるところがあって、宗教って聞くだけ多分僕自身も最初そうだったんですけど、こう一歩心が下がるというか怖くなるみたいなのがあるから、そういう面では日本って多分そういうあんまりこう宗教って聞くとちょっと怖いっていうイメージの人たちだと思うので、その面ではオーストラリアっていうのは人種差別もそうだけど、その LGBT もそうだけど、そういったものの大きな変化だったり、僕たちが当たり前だと思っていたものに対して一歩下がって、みんなでね、こうリスペクトし合うじゃないけど、人間だからこその、人間でいるからこその国とかを超えた上でリスペクトし合ってるっていうところが、僕はすごくね、この国好きだなって思っています。で、でももちろんね、それと同時に悪いところっていうのもあって、やっぱその日本だと病院って行きやすいじゃないですか。こっちは病院行くってなると、その GP っていうところを通してから行かなくちゃいけなくて、その GP もめんどくさいし、日本では当たり前のことがやっぱこっちでは当たり前じゃない。食事が高いとか、食事がね、そこまで期待してるほど美味しくないとか、あとはオーストラリアのシステムにまだ慣れてないっていうところもあって、それは日本と比べた時になんかなって思う部分でもあるけど、でも結局ね、そんなのは悪いところもあればいいところもあるっていうところなので、もしあげるとすれば今言ったようなものがあげられます、僕の中で。で、将来についての話なんですけど、将来について考えます。悩む時もあります、やっぱり。多く聞くのは、ワーホリ来てんじゃん、ワーホリ終わった後日本戻って就職しなくちゃいけないけど、それだったら悩む必要があるんだったらこのままでいいんじゃないとかっていう人もいるんですよね、たまに。あとはワーホリやった後どうすればいいか分かんないみたいなのがあると思うんですけど、僕もそうです。結局今土木設計勉強してて、じゃあオーストラリアで仕事が見つかんないかもしれない。で日本帰ったとして、その時はもう僕多分33とかになってるので、33歳で仕事見つかんないかもしれない。でもそれってその時の僕しか分かんなくて、で今までを僕自身がね振り返った時って、過去の自分ってなんだかんだやりきってるんですよね。なんだかんだ悪い状況に入ったとしても、なんだかんだやりきってるからこそ今ここにいて、多分今もそうだと思うんですよ。皆さんも今動画見てるってことは、過去いろんな嫌なことがいっぱいあったと思う。でもなんだかんだそれをクリアしたか、それに慣れたかで今生きてると思うんですよね。最悪な状態が、なくなるっていうことを仮定したとして、ってことは皆さんは生きてるので、僕もなんですけど、ってことは今までやりきれてるってことは、多分これから起きる悪いこと、嫌なこと、最悪なことっていうこともやりきれてると思うんですよ。なんで僕がよくね思い返す言葉は、もう未来のことをコントロールすることはできない。でも未来のこと、あとは自分のことを信じることはできる。未来何があったとしてもクリアしている自分のことを信じることは僕はできるので、そういった感覚でねいれば、今このタイミング、今この生きているところを楽しめるのかなって思います。僕はねこんなもう海外に来て土木設計を勉強するっていう夢をねもう今叶えていて、その専門知識を英語で勉強するっていうことを叶えていて、日々生活していることは本当に幸せで仕方ないんですよ。5年前とかはね英語も話せなかったし、海外に生活しこんな風に生活してるなんて想像できなかったこと、もちろん僕が影響力があったりとか、僕が有名な人じゃないんでね、こんなこと言ったとしても誰に響くのも分かんないんだけど、僕は一人の人間としてその一つずつね目標をクリアして、今自分の中でできる全てが今できてて、それがすごく幸せに思っているので、皆さんに僕がお勧めできるのは、もしワーホリ行きたいなとか、もし海外行きたいなと思うのであれば、必ず行ってもらいたいなっていうふうに思います。その時はメルボルンを選んでこっちで
悪掘りをしてください。はい、そんな風に思いながらこの3年間を過ごしました。この3年間を振り返って、先にも言ったんですけど、いろんなこのナショナリティの人たちと住みながら、この英語っていうものをね、メインで使いながらここで生活している人生っていうものは、僕の中ですごく意味のあるもので、すごくね、深い、あと様々な経験ができるこの3年間でした。人と比べてしまうこともあると思うんですけど、ではなくて、その来たばかりの自分だったり思い返したり、あとは去年の自分を思い返して比べたりとかすると、必ず成長しているところだったり、いい部分っていうものが今あると思うので、その自分と比べた時にいいものを見て一日を生活してもらえたらいいなと思います。みんなもね、大変な中を生きているので、自分だけが大変だと思わずに生活していけたらなと思います。僕自身も日々そういう風な気持ちで生きているので、ぜひこれからもね、こんな形の動画をまた来年ね、出せたらいいなと思っているので、またこれからも動画、この YouTube チャンネルをね、どうか応援よろしくお願いします。チャンネル登録と、あとはシェアだったり何だったりっていうのをしてください。これからも頑張っていきますので、ぜひ応援よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。では、バイバイ。